皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、自民党総裁選が行われているのですが、その中において小泉陣営が自分の出演している動画に対して好意的なコメントプラス他の陣営の候補者に対するネガティブな書き込みを要請するような発信をしており、これが多くの人たちに知られて大炎上することになっています。今回はこの一件について取り上げていきます。さてそれではまず何が起こっているか報道の記事を紹介しておきます。朝日新聞の記事より投稿依頼めぐり小泉氏陳謝、エセ保守の文言も選挙情勢に影響か。自民党総裁選に候補している小泉進次郎陣営がインターネット上の動画に小泉氏に好意的コメントを書き込むように陣営関係者らに依頼していたことが分かった。他の候補者を念頭に中傷する内容も含まれ、小泉氏は行き過ぎた表現があったと陳謝した。小泉氏と高市早苗氏が軸になると見られている総裁選の情勢に影響を及ぼす可能性がある。25日の週刊文春が問題を報じ、小泉氏が記者会見で事実関係を認めた。陣営で広報担当の牧島かれん元デジタル省の事務所が同じ陣営所属の国会議員事務所などにコメントの書き込みを依頼するメールを送信。牧島氏も他の議員から問い合わせがあり、事務所の判断で参考例を送ったと事実関係を認めるコメントを出した。投稿コメントの参考例として、あの石破さんを説得できたのすごいと小泉氏を称賛するものに加え、他の候補者名を具体的に明示していないもののビジネスエセ保守に負けるなと中傷する文言があった。有力候補で保守強硬派の高市氏が念頭にあったとみられる。小泉氏は会見で参考例の中に一部行き過ぎた表現があったことは適当ではない。再発防止を徹底し、引き続き緊張感を持って総裁選に臨みたいと述べ、私自身も知らなかったこととはいえ、総裁選に関わることでもあり、申し訳なく思うと陳謝した。自民党の総裁選の規定においては、何人も選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならないと定める。総裁選挙管理委員会の委員長は、記者団から小泉陣営の行為が規定に抵触するかを問われ、感情的な対立を煽るようなことは適切ではない。必要に応じて報告をいただくことはあるかもしれないと述べた。自民党総裁選というのは、いわゆる正式な選挙ではありません。あくまでも党の中における自分たちの作ったルールで行うものですから、何を罰するかについては結局のところ、その時の選挙取締側の裁量一つで決まるものであり、おそらく今回は何にもしないでしょう。しかし、世間一般から見れば、小泉陣営の行ったことは、自分たちの意見を加速させるだけではなく、他の候補者に対するネガティブキャンペーンを張ろうとしているといったことも見えるわけで、これをステマ騒動というふうに報じられているのも、これは妥当な話だと私は思います。何よりも、こうした自分の意見を拡散させるにしても、相手側の足を引っ張ろうとしているにしても、どちらにしてもそうなのですが、身分を自分たちの陣営であることを隠して、あたかも一般国民の視点としてそのような意見を発しているかのように装っている、この偽装していることが、非常に悪質な行動だと言えるでしょう。こうしたこともあって、インターネット上においては、総裁選を辞退せよといったような意見が出て、これに多くの人が賛同し、トレンドワード入りするといったこともありました。そして、今回の一件さらに付け加えると、牧島かれん議員自身も、いやいや私はそこまでのことは言っていないという具合にして、あくまでもスタッフの行動であり、陣営全体としてこのような行動をしているわけではないと否定しています。そしてその上にいる小泉氏自身も自分もそこまでのような具体的な行動として何か指示した覚えはないという話もしていることから、基本的には末端の人間が悪かったといった具合にしてすでに尻尾切りが行われています。それだけにやったもん勝ちになってしまうというのが現実だというわけです。そして今回の一件、自民党総裁選だけではなく、自民党という党の行動としても、このようなことを行っている可能性があることを示しています。というのも、小泉陣営の広報担当として牧島かれん議員の名前が挙がったわけですが、自民党としても、この牧島かれん氏は、党の中枢において広報を担っているからです。自民党の公式サイトにおいては、広報本部の副本部長の中に牧島かれん議員の名前が挙がっています。同じく自民党の公式サイトでは牧島かれん氏の名前を検索すると1月時点の日付にはなっていますが、ネットメディア局長という名前で肩書きがついています。つまりインターネット上における広報活動というのは牧島議員の
スタッフたちは慣れた仕事だったはずだったわけです。そのような業務を行ってきたスタッフたちが突然のように今回だけステマをしていたのかというのは、私はかなり疑問に思える話だと思います。つまりこれまでやってきたことの延長線上に今回のことがあったのではないか。そしてこれまでの行動については表に出ることがなく、あくまでも発覚したのが今回だけだったというだけのことではないかという私は疑いを持っています。なんて妄想がたくましいんだと思われるかもしれませんが、これまで全く何もしてこなかった人たちが今回だけこのようにしてステマをしているというのも、それもまた説得力がないのではないでしょうか。ちなみにこの牧島議員に関しては、今回の行動が一つブーメランになっているのではないかという話もあります。牧島議員は問題のメールを送ったのと同時期に X に総裁選選挙管理委員会の委員長のポストを引用。自民党総裁選が正しい選挙になるよう、党本部総裁選挙管理委員会としてなりすましや悪質な偽誤情報の発信、悪質な誹謗中傷を繰り返すアカウントに対しては、候補者に関する投稿も含め、開示請求を含めた法的措置を毅然として対応いたしますとの投稿を引用紹介し、自身も悪質なアカウントには発信者開示請求を含めて対応することが発表されましたと呼びかけ警告を行っていました。これに対してインターネットでは、一般人や国民には法的措置取るぞと脅しておいて、自分たちは知らなかった。すまん程度で通るんですか？自分たちが誹謗中傷するんだから世話ないよ。牧島かれんさんへの法的措置は、もちろん牧島かれん議員にも法的措置を含め毅然とした対応をするんですよね、と今回の一件と関連してのコメントが入っていました。先ほども述べましたが、牧島かれん議員は党としても広報本部の中枢にいる人物で、そして小泉陣営においても広報の司令塔にあたるような人物です。だからこそ今回のステマ騒動の中枢にいる人物として責任はより重大だと言えるでしょう。こういったステマが何が悪いかといえば、特に世論が操作されることに問題があります。インターネット上には多くの人々がいているからそうなのかなというふうに結構影響を受ける人たちがいます。そのことが分かっているからこそ、こうしたコメントを増殖させて良い評価を増やし、そして相手方を引っ張るような行動といったものを同時に行うことによって、少しでも自分陣営を有利にさせようという行動が生まれてくるわけです。このような世論誘導しようという試みについては大いに批判されるべきものです。一方において私たちが見なければならないのは、それぞれの候補者がどのような政策を持っているかです。有力候補者として挙げられる小泉進次郎氏ですが、政策面について言えばやはり理解度としてはちょっと怪しい部分があります。お題目としてはちゃんと数を揃えてきても、それが手元に紙の資料としては揃っている内容であっても、自分自身で深く考えているかどうかはちょっと怪しい点があります。一方でそのような原稿がなくても、もうベラベラと自分の政策について語れるといった点においては、私は小泉氏と高市氏に2人に限定すれば、確実に高市氏の方がより自分の語る政策について理解しているように思います。例えばその点について言えば、動画で50分ぐらいもずっと自分の政策を語り続けるといったことも映像記録として残っています。また、そうした自分の政策を語るという意味では積極的に活動しているのはやはり高市氏の方が一歩リードしています。テレビとインターネット上の番組、どちらの方を優先するかというのはそれぞれ候補者によって異なるとは思いますが、私は今はインターネット上の番組に積極的に出ることが重要だと思います。なぜならば、テレビ番組というのは確かに多くの人々に届くメディアではあるものの、その映像はその瞬間もしくはその映像を録画したもので終わってしまいます。一方でインターネット上であればその番組はずっと残るわけですから、その発言について後から見直すという意味において実際にはより関心を持っている人に届くメディアです。話を聞いた上でこの人の政策ちょっと問題だなと思うか、それとも良いと考えるかは人それぞれです。より自分の考えている政策が何なのかを話せる人物の方が私は総裁、総理といった立場にふさわしい人物だと思います。最後に一つだけ、今回の小泉進次郎陣営におけるステマ騒動、炎上しているわけですが、インターネット上ちょっと奇妙な発言も拡散しています。それが、小泉進次郎氏を応援するために既存のメディアはこの件について一切報道していないというような、私から見ればデマではないかと思えるような話が拡散されています。今回の一件に関しては、
地上波のニュース報道においても普通に取り上げられている話題であり、特に報道管制がされているようには見えません。しかし、小泉進次郎氏を批判したいということが第一目標になっている人たちにしてみると、オールドメディアがこぞって小泉陣営をかばうために今回の一件を完全に封鎖しようとしているといったような物語を語っているように見えます。小泉陣営が行おうとしていたステマも悪いし、だからといってそれに批判する人たちがデマを流していいというわけでもありません。この点については私たちは冷静に情報を見極めていきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。